はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年リリース予定とされている面白そうなシミュレーションゲームを紹介していきます。シミュレーションにも多くのサブジャンルがありますが、腰を据えてじっくり楽しめる作品が多く Steam でも人気のジャンル。注目の期待作からまだ日の目を浴びていない隠れた良作なんかもあるかもしれない。そんな名作を予感させる新作シミュレーションの中から面白そうな作品をピックアップしました。別の動画で2023年リリース予定のオープンワールドや街づくりシミュレーションの作品も紹介していますので、そちらも参考にしていただければと思います。紹介する作品のリリース日や対応言語、体験版の有無などは現在時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。特に体験版はただいま開催されている Steam Next Fest が終わるとなくなるかもしれないので、気になる作品は早めにチェックするようにしてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それではリリース日の近い順に見ていきましょう。まずはじめに、リデンプションリーパーズ。異形の軍勢に挑むシミュレーション RPG。美麗ながらも悲壮感漂うグラフィック、重厚そうなストーリーと豪華声優陣を揃えた本作は、名作メトロイドバニア、エンダーリリーズを手掛けた、アドグローブの最新作です。エンダーリリーズと同じく、大敗的な世界観で描かれたダークファンタジーの作品ですが、2D アクションではなくシミュレーション。中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、突如現れた異形の軍勢モースに対抗する、ハイタカリョランの死闘を描いた物語が語られます。ゲームはマスメイドのシミュレーション。プレイヤーはたった5人の団員を駆使して、絶望的な厳しい戦場の数々を切り抜けていくことになり、団員5人それぞれが持つスキルや特性をよく理解し、戦略的に行動していくことが重要。また、旅団の団員たちはそれぞれ心のどこかに大きな傷を負っており、豪華声優陣によって語られる彼らの物語は必見です。リデンプションリーパーズは2023年2月23日リリース予定日本語対応の作品です。カンパニー・オブ・ヒーローズ3。第二次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー。白熱するリアルタイムバトルの指揮を取り、将軍として作戦全体を指揮していく中で、あらゆる決定が作戦の成否を決めるポイントになってきます。ゲームは一つの正体を操作するのではなく、全体の戦況を見極め、全ての正体を操作し、優れた戦術と戦闘力を駆使して、戦況を好転させていくリアルタイムストラテジー。ダイナミックキャンペーンマップでは、陸海空の軍隊を指揮し、補給線を構築しながら、連合国軍の軍隊を率いて、数十国からイタリア本土の奪還を目指します。そこでの選択は戦闘だけではなく、ストーリー自体にも大きな影響を与えていくことになるとのこと。カンパニー・オブ・ヒーローズ3は2023年2月23日リリース予定日本語対応の作品です。カーバルスペースプログラム2。緑くんを宇宙へ送り届ける本格宇宙開発シミュレーション。カーバルと呼ばれる異星人、通称緑くんを宇宙へと送り届けるために奮闘する物語です。プレイヤーは宇宙機関カーバル宇宙センターを運営し、ロケットの開発、人工衛星や惑星探査機の打ち上げ、宇宙ステーションの建造など、現実の宇宙機関と同じような活動を行っていきます。前作のゲームプレイをベースにしながらも、多数のパーツを組み合わせて宇宙船を建造し、宇宙へと旅立つのですが、これが非常に難しくもあり面白いところ。前作と同様に本格的な航空力学と軌道力学に基づいてシミュレートされているので、何度も失敗を繰り返し、試行錯誤していくことになると予想されます。新要素として、恒星間航行やコロニーが実装。これにより、カーボル圏内を飛び出し、新たな星系や天体の宇宙探査が可能。さらには新たな惑星でコロニーを建造し、住人の規模などが拡大することでやれることが増え、コロニーで新たなロケットを作ることもできるとのこと。また、本作は前作での説明不足を解消するため、チュートリアルを充実させ、親しみやすさを改善し、初心者でも入り込みやすい作りになっているとのこと。マルチプレイにも対応する予定とのことなので非常に楽しみな作品です。カーバルスペースプログラム2は2023年2月24日リリース予定日本語対応の作品です。
エスプレッソタイクーン。コーヒーショップ経営シミュレーション。プレイヤーはコーヒーショップの経営者となって、店舗の立地選びから外観や内装、ブランドロゴを考え、コーヒービジネスでの成功を目指します。本作は日本にあるバス停の喫茶店ではなく、おしゃれでスタイリッシュなカフェを運営。なので、店の外観や内装も重要な要素。床や壁の色を塗り替え、おしゃれなテーブルや椅子はもちろん、インテリアを設置して、映えるカフェを建てれば、ゲーム独自の SNS、インスタグラムのインフルエンサーによる拡散で人気店の仲間入り。また、コーヒーショップの経営だけではなく、3D コーヒーエディターを使ったオリジナルレシピを作ることができ、コーヒーカップの選定からベースの選択、ミルクやシロップ、トッピングを自由に組み合わせて開発し、市場調査を通して顧客の好みを分析して、オリジナルブレンドを提供することも可能。エスプレッソタイクーンは2023年3月リリース予定日本語対応の作品です。ルーツオブバチャ。石器時代を舞台にしたスローライフサンドボックス。プレイヤーは災いを避けるため、パチャの大木のふもとに村を築いた部族の一人となって、自然を切り開き、野菜やハーブを見つけ、栽培し、一族の進化を促し、文化や人間関係を発展させ、母なる自然であるパチャの謎に迫っていきます。未開の地を探索し、様々な発見の旅を通して、食料の加工と保存方法、金属加工、工芸品の作成技術や、新しい建物の建築などを見つけ、村を発展させ、一族を存続させていきます。固い絆で結ばれた部族コミュニティでは、お祭りや儀式などが行われ、村の人々との関係性を深めることで、恋愛や結婚することもできます。本作はマルチプレイに対応しており、マルチプレイ用のイベントシーンなども用意されているとのことです。ルーツオブパチャは2023年4月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。I am Future コージーアポカリプスサバイバル。ビルの屋上で生き残るコミカルなサバイバル。物語の舞台は大洪水により水没した終末世界。そんな世界である日コールドスリープから目覚めた主人公が、誰もいない世界で新たな生活を始めることになるサバイバルアドベンチャー。活動のメインとなるビルの屋上は緑に覆われ案外資源も豊富。ここを拠点にしながら野菜を栽培したり釣りをしたり食料を確保して、古い電子レンジやパソコンなどを分解しパーツを取り出し、新たなアイテムを作り出していく。後々は AI ドローンを作り作業を自動化して悠々自適に生活することができるかも。また夜になると出現する突然変異した生命体や高層ビルから見える都市の廃墟には、この世界が文明崩壊に至った答えが隠されているようで、それらを探索していく物語も気になります。I am Future コージーアポカリプスサバイバルは2023年5月19日リリース予定、日本語対応の作品です。Z ゾーン。ゾンビアポカリプスで生き残る 2.5D オープンワールドサバイバル。見下ろし視点で展開する本作は、私が大好きなゼルシーベルトのようなゾンビサバイバルゲーム。ゼロシーベルトはタルコフ色強めでしたが、本作はトレーラーを見た感じ、ゾンボイドに近い印象です。物語はゾンビアポカリプスとなった世界で、たった一人隔離エリアに取り残された主人公が、ゾンビはびこるオープンワールドで生き残りながらテクノロジーを研究し、最終的には飛行機を作り脱出を目指す物語が展開。ゲームはメインのサバイバルをはじめ、RPG、クラフト、建物建築、狩猟や農業など多彩な要素が詰め込まれているようで、敵もゾンビだけではなく、突然変異したミュータントや暴走した機械兵器なども登場するみたいです。もちろん日本語未対応ですが、個人的にかなり期待している作品。Z ゾーンは2023年第1四半期リリース予定、日本語未対応の作品です。パンデミックトレイン。列車を舞台にした終末サバイバル。終末世界を舞台にした作品は数多くありますが、列車を舞台にした終末サバイバルゲームは本作だけではないでしょうか。突如発生した疫病の蔓延によって荒廃した世界において、その難を逃れた列車の乗員たちが、世界を救うために走る列車の中で生き残り、治療法の開発を目指すサバイバルシミュレーション。舞台となる列車では、乗員が休息する寝台車をはじめ、食料を栽培するための車両、さらには車両内で家畜を飼育するなど、様々な機能を持つ車両を作り出し連結し、
最終的には車両内でワクチンの開発を目指します。しかし、列車内だけでの資源では自給自足はできず、時には列車から降りて資源を求め探索しなければならなかったり、反対に飢えた野党が列車を襲撃することもあり、それらの脅威とも戦っていかなければなりません。また、本作のウイルスは非常に強力で、24時間以内に感染者を死に至らしめるというもの。これは列車の乗員も例外なく感染し、命を落とすことになります。そのため人員管理が重要な要素となるとともに、乗員が生き残るために資源を使うのか、それとも早期のワクチン開発を目指し開発に資源を使うのか、何を優先するのかといった選択を常に迫られることになります。パンデミックトレインは2023年第1四半期リリース予定日本語未対応の作品です。アバブスネーク。世界を作り上げていくクラフトサバイバル。1883年西部開拓時代にインスパイアされた架空の世界が舞台。隕石によってもたらされたウイルスによってゾンビアポカリプスになった世界で、プレイヤーは田舎町コープスクリークに古くから住む若い女性アイアナとなって、資源を集めて様々なものをクラフトして生き延びるといった物語。本作の特徴はビジュアルが素晴らしく、独特な雰囲気があるだけではなく、タイルを配置して自ら世界を作り上げていくユニークなゲームシステム。1枚のタイルの中で岩や丸太などの資源を手に入れ、様々なものをクラフトすることで新たなアイテムや建物を作れるだけではなく、新しいマップタイルがアンロックされ、資源を使ってタイルを配置し、自分自身で好きなように世界を作り、どんどん世界が広がっていく中で、それぞれの土地の謎を解き明かしながらも、この世界の真実に近づいていくことになるようです。ゲームは飢えや喉の渇き、小気度、健康などの体調管理に気を配りながら、伐採、採掘、採集を行って資源を集め、道具や家をクラフトしていくオーソドックスなサバイバルゲーム。特徴となるマップタイルの生成は、様々なバイオームのタイルが存在し、集めた資源を使って、水がなければ水辺のあるタイルを生成したり、木材がなければ森林のタイルを生成したりと、プレイヤーの好きなように世界を作ることが可能です。物語が進むにつれ、新たなバイオームのタイルが作れたり、イベントのあるタイルが登場したりと、世界は無限に広がっていきます。アバブスネークは2023年第2四半期リリース予定日本語未対応の作品です。ランチャーズオープンワールドカントリーライフシム。大都会でのストレス社会に疲れた主人公は、一握りのお金を元手に田舎で新しい生活を始める物語。ゲームはオープンワールドの何でもできる系スローライフ RPG。新しい土地を購入し、牧場経営をベースに生活を始め、動物の飼育や作物の栽培で資金を蓄え、さらなる土地を購入。牧場光熱費の管理や資源の消費の最適化を目指し、井戸、風力タービン、ソーラーパネルを建設して、余剰分を村に販売するといった経営要素もあるみたいです。また、アイテムクラフトや建物建築要素もあり、マイホームを自らが建築し、室内の家具もインテリアもクラフトで作れるなど、比較的自由度の高いゲームシステムとなっているとのこと。さらには自転車やスクーター、数種類の自動車、熱気球といったたくさんの乗り物に乗って、広大なオープンワールドを冒険することも可能で、この世界にあるファンタジーな場所で RPG 要素である戦闘が繰り広げられたりと、何でもありの田舎暮らしを満喫できる作品となっています。ランチャーズは2023年第3四半期リリース予定日本語対応の作品です。エアーシップキングダムアドリフトオープンワールド飛空艇シミュレーション。ファンタジー世界エウロパの大空を舞台に、プレイヤーは飛空艇乗りとなって様々な街を巡り、交易や空戦などを楽しめるロマン仕様の作品です。ゲームにはそれぞれに特徴を持つ3つの国家が登場。高度な魔法技術を誇るアーセリアン王国、大規模で多彩な艦隊を持つビリジアン共和国、技術力に秀でた駐屯連合。これらの勢力から一つを選択してプレイしていくようです。登場する飛空艇の種類は30種類以上。カスタマイズ要素では、動力や推進力などのバランスをうまく取りながら、戦争や弾薬庫、武器や装甲などを配置して飛空艇を強化。また、通常の大砲だけではなく、ファンタジー世界らしく魔法を利用した大砲なども登場するようです。70以上の港とユニークなストーリーを持つ150人以上の NPC、世界の伝承や謎を解き明かす100以上のクエストが用意されているとのこと。
以前に体験版をプレイしましたが、交易や戦闘などはほぼほぼ大公開時代。今年は無料の MMO 大公開時代オリジンもリリースされるようですが、昔の大公開時代が好きな方には刺さるかもしれません。エアーシップキングダムアドリフトは2023年第4四半期リリース予定日本語未対応の作品です。ポーションタイクーン。ポーション屋を営む経営シミュレーション。ファンタジー風世界でポーションを作って瓶に詰め、売って利益を得る経営シミュレーションです。材料の運搬から製造瓶詰めまでの工程に作業員を割り当て、様々な方法を使って成分を調合し、新しいポーションを作成。ポーションには回復、召喚、透明化など、多数の種類が存在し、やってくるお客さんが必要とするポーションを販売していきます。販売した利益で店を拡張し、新しい設備を導入して、新しい素材を集めるために世界中に探検隊を送り込み、独自のポーションブランドを確立していきます。魔法の国で一番のポーションビジネスを営む作品。ポーションタイクーンは2023年リリース予定日本語対応の作品です。ウォーホスピタル。野戦病院ストラテジー。1917年、第一次世界大戦、イギリス軍の野戦病院が物語の舞台。プレイヤーはイギリス軍の元衛生兵ヘンリー・ウェルズ少佐となって、兵士たちの最後の希望となる野戦病院を運営していくことになります。人手も物資も不足している状況下で、負傷した兵士たちが次々と担ぎ込まれる中、彼らの診察を行い、実在した当時の設備や道具、手法を駆使して命を救いながらも、戦時下では様々な難しい決断に直面し、選択を迫られることになります。戦争をテーマに命を奪うのではなく、救うことに焦点を当てた作品。ウォーホスピタルは2023年リリース予定日本語対応の作品です。レイルウェイエンパイア2。1800年代を舞台にした鉄道経営シミュレーション。鉄道会社のオーナーとなって蒸気機関の力で大陸最大の鉄道会社を目指すシミュレーションです。舞台となるのはアメリカ大陸及びヨーロッパ全土をカバーした広大なマップ。前作からの改善点として線路システムに改良が加えられ、都市間の経済発展の様子がよりわかりやすくなり、信号の自動配置や橋では4つの線路を複線できるようになったり、一駅あたり8線路の乗り入れが可能になるなど、大幅に機能を強化。さらには車窓モードでは自分が建設した路線の車両から外の風景を眺めることも可能。また、キャンペーンモードはもちろん、いつでも自由に鉄道網を構築できるフリープレイモードも搭載。線路を敷設して、橋を架け、トンネルを掘って、実在の蒸気機関車で大陸中の街をつないで、どこまでも続く鉄道網を作り上げましょう。レイルウェイエンパイア2は2023年リリース予定日本語対応の作品です。キングダム 80s。80年代版キングダム。中世を舞台にした横スクロールストラテジーキングダムから80年代アメリカの田舎町へと舞台を一新した横スクロールストラテジー。自転車に乗る青年がサマーキャンプで遭遇した未知の生物グリードの襲撃に備えるべく、近所の子供たちを率いて街中を自転車で走り回り、故郷や家族、そして仲間たちを守るために奮闘する物語が展開。基本的なゲームプレイはキングダムシリーズと同様に、プレイヤーが周囲を駆け回って資金を集め、陣地を守る人間を雇い、武器を買ったりバリケードを張ったりしながら陣地を強化していく流れになるようです。キングダム 80s は2023年リリース予定日本語対応の作品です。サンズ・オブ・バルハラ。2D ドットの横スクロールアクションストラテジー。物語の舞台はイングランドバイキングの時代。主人公ソラルドは愛する妻レイヤーをさらい、イングランドへ逃げ去ったバルガードを追い、海を渡るが、航海の途中で嵐に巻き込まれ船は沈没。見知らぬ世界で目を覚ましたソラルドは、アスガルドの主神オーディンに助けられ、妻を探すことは人間と神々の世界を救うことにつながると教えられ、オーディンより授かったルーンの力を使い、レイヤーを探すため戦いに挑むといった物語。ゲームは横スクロールのアクションと、資源を使って様々な建物を建築し、剣士や弓兵を生産して、自らが兵士たちを率いて敵拠点の制圧を目指します。
また敵の拠点に攻めるだけではなく、敵もまた味方拠点を攻撃してくるので、塔や防壁を建設し、敵の攻撃に備える必要もあります。サンズ・オブ・バルハラは2023年リリース予定日本語対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年リリース予定とされている面白そうなシミュレーションゲームを紹介しました。面白そうな作品はあったでしょうか？ 2023 年は年明けから有名な期待作が注目されがちですが、まだまだ日の日を浴びていない隠れた良作があるかもしれないのですごく楽しみです。別の動画で2023年リリース予定のオープンワールドや街づくりの作品も紹介しているので、参考にしていただけたら幸いです。紹介する作品のリリース日や対応言語、体験版の有無などは現在時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。特に体験版はただいま開催されている Steam Next Fest が終わるとなくなるかもしれないので、気になる作品は早めにチェックするようにしてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。